通勤通学中の皆様おはようございます。福田の世界時事ニュースの時間です。さあ本日はですね、先日予告編が公開になりました映画マスターズ・オブ・ユニバースからの話題になります。こちらね、今年2026年に公開予定の映画となっているんですが、先日このトレーラーがね解禁になりまして、現在ですね、この再生数がすごいことになっているんですね。その熱量たるや、もうすでにですね、ドゥームズデイやマンダロリアン&グローブを超えているとまで言われておりまして、ものすごい盛り上がりを見せていると。で、もしかしたらね、日本の皆さんには馴染みのないタイトルかもしれませんが、おそらくですね、このミームは見たことあるんじゃないでしょうか。これですね、これ。ちょっとしたね、騒動なんかもあるようですので、本日は一体何が起きているのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は、海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、皆さんこれご存知ですか？もともとはね、マテル社のおもちゃです。これがですね、80年代に実写映画化されているんですが、今年ね、2026年になりまして、この最新作が公開されます。で、この予告編がですね、現在ものすごいことになっておりまして、ちょっとね、日本とどのぐらい温度差があるのかというのを、後ほどね、詳しく見ていきたいと思います。ではまずこちら、ハリウッドリポーターです。ニコラス・ガリチンが演じるヒーマンが、マスターズ・オブ・ユニバースの予告編で、コーポレート・アメリカに閉じ込められている。ということで早速ですが、こちらですね、コーポレート・アメリカとあります。こちらが本日のキーワードになります。ということでこちらね、コーポレートというのは、企業、法人という意味ですよね。つまりこれね、直訳しますと、アメリカ企業ということになるんですが、これにはね、特有のニュアンスがあります。こちら。企業国家アメリカ。つまりこれはね、アメリカの特定の企業を指しているのではなくって、アメリカのね、企業文化全体を指している言葉なんですね。こういった言い回しなんです。で、こちらね、七尾愛香さんという方のブログですかね。フリーキャスター、ジャーナリストの方ということのようですが、ここでね、解説してくれておりまして、コーポレートアメリカ。これは日本株式会社のように、アメリカの企業文化を表す言葉として多用されます。教育の最終目的は MBA 取得。ネクタイをきっちり締め、少し時間が空いたら、隣のビルのジムに行って体を鍛え、ひたすら年俸アップを目指して、がむしゃらに働くカルチャー。それがコーポレートアメリカです。ということなんですよ。ニュアンス伝わりました。つまりアメリカのね、企業文化全体を指す言葉、これがコーポレートアメリカと。こちらね、もう一つの言い回しとして覚えちゃってください。ということでこちらは、ニコラス・ガリチン演じるヒーマンがマスターズ・オブ・ユニバースの予告編でアメリカの大企業社会に閉じ込められている。そして皆さん、ここね、見えますか？何か怪しいものが見えますね。プロナウン、ヒー、ヒムというね、これちょっとね、後ほど詳しく見ましょう。水曜日、Amazon MGM スタジオとマテルスタジオは実写版マスターズ・オブ・ユニバースの予告編を公開した。本作はアメリカでは2026年6月5日に劇場公開される。現時点で世界の他地域について分かっているのは、ソニーがこの映画を国際配給するということだけだ。ティザーは火曜日に投稿された。ということでこちらマスターズ・オブ・ユニバースです。マスターズ・オブ・ユニバースはマテルのメディアフランチャイズを原作とする公開予定のアメリカ製スーパーヒーロー映画である。本作はトラビス・ナイトが監督を務め、クリス・バトラー他が脚本を担当している。ニコラス・ガリチンは悪の勢力スケルターから故郷の惑星エターニアを救うために帰還するプリンス・アダム、ヒーマンを演じ、そしてここです。スケルター役はジャレット・レトが務める。ということでですね、今回のね、マスターズ・オブ・ユニバース、ラジー賞にね、トロンの演技でノミネートされました、ジャレット・レトが出ているんですね。で、先ほどからね、再三出ておりますが、このね、マスターズ・オブ・ユニバースというのは、もともとはね、バービーでおなじみのマテル社のおもちゃです。で、ここから派生して映像化されてるんですね。それがね、こちらです。これね、ちょっと拡大されちゃうんであれですが、これがね、主人公のヒーマン。どこかで見たことあるでしょう。ほら、こんな感じでね。もともとはね、こういったおもちゃというのが発祥なんですね。でね、日本の皆さんにとっては、こういったミームネットで見たことありませんか？これですよ、これ。このことなんですね。これがマスターズ・オブ・ユニバースです。この金髪の男とね、骸骨の悪者、見たことあるでしょ。そしてこれはですね、こちら、1987年ですね。実写映画化されています。これ放題ね、マスターズ、長空の覇者という、ドルフ・ラングレンがね、これで初主演したという映画ですね。もしかしたらね、こっちで知ってる方もいるかもしれません。こちらね、IMDB は10点満点中 5.4 点。ちょっと見ちゃいますか？こちらね。オールクリティクス 21%、トップが 11%、そしてオールオーディエンスが 41% というね。そして今年2026年にこの最新作が公開されると。予告編では退屈そうなアラム・グレンがアメリカの大企業社会の中で時間を過ごしている姿が描かれる。そしてここカッコでね、デスクの名札に示されたプロナウン、ヒーヒムは現代社会と言うまでもなく、ヒーマンという名前の両方を踏まえたちょっとしたジョークだ。そして誰かが彼の件の行方を突き止めたことで状況は一変する。地球でもエターニアでも事態は一気にシリアスになっていく。
ということで、ちょっとね、一旦先にこのね、プロナウン事件、こちらをね、見ていきたいと思います。まずですね、この予告編の中にね、この主人公がプロナウンを語っているという描写が出てきます。それがこちらになるんですが、マスターズ・オブ・ユニバース予告編のヒーマンのプロナウンに関するジョークが保守派の怒りを引き起こす。そしてこの下ね、ヒーマンは目覚めてしまったのかと。ヒーマンはウォークマインドウイルスに侵されているのか。新たに公開された予告編を見た保守的な観客の一部はどうやらそう考えているようだ。このファンタジーアドベンチャー映画の新映像では、ヒーマンが現実世界に潜伏している姿が描かれ、オフィスで仕事をする彼のデスクに置かれた名札が一瞬映るという視覚的ギャグがある。名札にはアダム・グレンと書かれ、その下には戦士の仮の姿を示す形でヒーヒムと表示されている。ということでね、それがね、こちらになるんですが、これね、予告編の一場面です。この主人公がね、オフィスに座っておりまして、その名札です。ここね、アダム・グレン。そしてその下、ヒーヒムと、このようにプロナウンが書かれていたんですね。ただこれは、この主人公の名前ね、ヒーマンというので、それをもじりつつ、この現代社会を皮肉っているだけなんじゃないかなと思いますけどね。福田にはそうとしか見えませんでしたが、これにより保守派が怒っているんだと。それがね、こちらの記事にもまとめられているんですが、ここね、見ていきますと、このようにね、この写真というのを引用しまして、この映画は目覚めているんだと、このように主張しているというんですね。ここにもあります。こんな感じでね。なので現状ですね、このマスターズ・オブ・ユニバースの X アカウントなんかを見ますと、このね、スクリーンショットというのが大量に並ぶんですが、それはね、こういった理由があります。ここのプロナウンが問題視されているというわけですね。なんですが、この予告編はですね、そんなね、一部の保守層からの反発にもかかわらず、現在すごいことになっているんですね。こちらです。マスターズ・オブ・ユニバースの予告編が、スター・ウォーズをアット、再生数2000万回超で、マンダロリアン&グローグの4ヶ月分を上回る。最近予告編の再生数比率についての話題が多く、主にスーパーヒーロー映画を中心に語られているが、今週は意外な作品が注目を集めた。マスターズ・オブ・ユニバースの予告編が、次のスター・ウォーズ映画、マンダロリアン&グローグの予告編と比べ、再生数が倍に達しているのだ。ということでね、それがこの X 上でね、指摘されまして、このマスターズ・オブ・ユニバースがね、あのスター・ウォーズの最新作の予告編よりも注目を集めていると、このようにして話題になったんですね。そしてね、この比較というのはこれだけでは終わりませんでした。マスターズ・オブ・ユニバースの米国版予告編がトレンド1位に浮上。公式 YouTube 再生数で、アベンジャーズ・ドゥームズデーを上回った。映画マスターズ・オブ・ユニバースの新予告編が大きなヒットとなっている。記事執筆時点で米国公式 YouTube における再生数は2046万回となっており、アメリカでトレンド1位となっている。そしてここカッコでね、カナダ、オーストラリア、イギリスなど他の多くの国でも同様だと。アメリカ、カナダ、オーストラリア、イギリスですね。これらの国々で1位になっていると。しかもそれだけではない。この予告編ははるかに短い期間でアベンジャーズ、ドゥームズデーの各公式予告編の米国再生数を全て上回っている。ということで、じゃあまずこちらね、マンダロリアン&グローグ。現在ですね、4ヶ月で1099万回再生されてますね。そしてこちらがアベンジャーズ・ドゥームズデー。現在ですね、このドゥームズデーは、ティザーという形でね、これをね、小出しにしています。これがいいのか悪いのかわかりませんが、本当はね、ドーンと正式なトレーラーっていうのを出して、お祭り騒ぎになるのを見てみたいなという気もするんですが、現在このね、小出しにしているんですね。でね、ここ各再生数見ていただくとわかりますが、だいたいね、1000万回くらいです。これ第1弾でしたっけ？本当はね、劇場限定で流していたようなんですが、あまりにもリークが多くてね、それ撮影してアップしちゃうでしょ、みんなが。なので公式で解禁したんじゃないかなってことも言われておりましたが、こちらのね、予告編も1800万回と、こういった状況の中、今回ね、こちらですよ。マスターズ・オブ・ユニバース、オフィシャルティザートレーラーと、これを公開したところ、これね、収録時点で4日経ってます。現在すごいですよ。これ見てください。2600万回再生されてます。先ほど見ていただいたマンダロリアンも、ドゥームズデーもね、2000万回に到達することはなかったので、この注目度の高さはすごいでしょ。ちなみにね、こちらスーパーガールですね。こちら1ヶ月前にティザートレーラー公開されまして、それでもね、2300万回ですから、これすらもね、3日の時点ですでに抜いてましたね。そしてね、ここで出てくるのが先ほど言っていたこれですね。ここのね、プロナウンが一部界隈で燃えていると。いや、これはもうどう見てもジョークにしか見えませんが、なんだったらプロナウンをバカにしてるまであるでしょ。この予告編ね、概要欄に URL 貼っときますんで、よかったらね、ご覧になってください。そしてこのね、ヒーヒムに関しましても、どう思われたかね、ぜひ聞かせてください。ドクターにはただのジョークに見えました。ちょっとね、皆さんの反応を見ていきますが、私は49歳ですが、まだパワーを感じています。これね、劇中で、
I have the power って言うんですよ。そういうセリフがあるんですね。そのこと言っています。そしてその下ね、もうまさにね、この方が言っておりますが、45歳になっても I have the power という言葉を聞くとやる気が湧いてきます。どうなんでしょう、やっぱりこのくらいの年代の方が一番ね、海外では熱狂してるんですかね。わかった。黙って金を受け取れ。1983年生まれです。ヒーマンは子供の頃のお気に入りの一つでした。父が連れて行ってくれた人生で初めての映画館体験がドルフ・ラングレン主演のマスターズ・オブ・ユニバースでした。まるで昨日のことのようにあの日のことを今でもはっきり覚えています。会いたいお父さんと。ほーね、お父さん亡くしてるんですかね。非常に思い出深い作品だということですね。この予告編のスケルターはかっこいいと思う。やりました皆さん。もしかしたら、ジャレット・レト、やれる子だということを証明できるかもしれません。これはとても良さそうだ。楽しみにしてるよ。こちらね、久しぶりに楽しみにしている映画です。その下、25年が過ぎても俺の人生は今もまだ。ショッピングモールでスケルターに泣かされたあの日以来、ずっとこの瞬間を待っていた。ね、なんかヒーローショーかなんか見たんですかね。で、子供の頃泣かされたと。その下ね、ひいひむで笑っておりますが、これは45歳の男の子のための映画です。男の子っていうのがポイントですね。45歳の男の子として私は大歓迎です。30年の時を経て、I had the power という言葉を聞いて鳥肌が立ちました。1996年生まれの子供だったけど、ヒーマンは自分にとって本当に特別な存在です。80年代のファンだったおじと一緒に過ごす時間の象徴でもありました。おじの子供は娘ばかりで全然興味を示さなかったから、彼が持っていたお下がりを全部くれたのを覚えています。本当におじが恋しいですと。これは父が子供の頃に一番好きだったアニメでした。これミームになってるアニメ化もされてるんだね。6ヶ月前に父を亡くしたけど、これを見たらきっと喜んでくれるだろうと思う。会いたいよお父さんということでね、このコメント欄、こういったコメントをね、たくさん見かけるんですね。つまり、今回のね、この予告編というのは、単純にね、その映画の出来としてどうこうとか、そういったものではなくって、みんなね、自分の幼少期の肉親との思い出を重ね合わせているんですね。だからその映画の出来云々とか、俳優側とか監督とか、そういったのも超越したものとなっていて、それゆえにね、現在もこの再生数がどんどん伸びているということなんじゃないかなと思います。もう理屈じゃないんですね。特に40代中盤以降の男性、これがですね、この予告編を見て、自分の父親のことを思い出していると、こういった作品なんですね。なのでこちらね、日本版の予告編というのも出ているんですが、現在ね、同じです。4日前に公開されまして、10万回しか再生されてないんですね。これはね、やっぱりその思い出を日本人が共有していないからなのかなというような気はしますね。だからコメント欄を見ますとね、この映画一体何なのということで、割と戸惑ってる方多いのかなというような状況になっています。はい、ということで本日はですね、先日公開されましたマスターズ・オブ・ユニバースの予告編が大型フランチャイズの予告編を超え、現在大ヒットしているという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。先ほど見ていただいたね、YouTube のコメントで、なんでこれがね、海外、特にアメリカですが、ここまでヒットしているかというのがお分かりになったんじゃないかなと思います。中にはね、今度これをね、自分の子供を連れて見に行けるっていうのを喜んでいたりする人もいて、今後もね、このマスターズ・オブ・ユニバースというのは、そういったポジションをね、確立していくのかもしれませんね。皆さんはこれについて、どのように思われたでしょうか。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。